はい、っていうことで待ちに待った新型のハイエースついに納車されました。この1個前の動画で出したんですけど、9年間乗った愛車のランドクルーザープラド、さっき映ってたやつですね、あれを下取りに出してこちらに乗り換えたっていう形です。では早速これちょっと見ていきましょう。今回納車されたこの型が順当にいくと8型になるのかな。で、この8型から新色としてアースカラーのベージュとアーバンカーキが追加されたんですよ。で、自分このベージュがいいなと思って今回この色をチョイスしました。今回、このフルモデルチェンジするって前からなんか予想はされてたんですけど、フルモデルチェンジはしなくてですね、今回マイナーチェンジとしてこの200系の8型っていう型でこれが新車で出たので、これをチョイスしたんですが、自分としてはフルモデルチェンジしてから購入しようと思ったんですけど、ハイエース詳しい友人に聞いたらですね、これの前の100系って呼ばれるタイプから200系に行く時に100系の一番最高機モデルですかね、そこからエンジンが200系の初期のエンジンにこう乗せ替えて、徐々にこの100系から200系に移っていったみたいな、そういう話を聞いたんですよ。で、今回この8型がこう発表された時にエンジンはこの前の型とは同じだったのかな。なのでフルモデルチェンジはないんじゃないかと踏んで今回このマイナーチェンジしたタイミングでこれを購入しました。ということでちょっと車内まず見てみます。はい、運転席はこんな感じです。自分結構スノーボード行ったりキャンプとかアウトドア行ったりするんで、カバーですね、純正のノーマルのやつだとこういうなんか素材のやつがこうついてくるっぽかったんですけど、泥とかがついてもいいようなこういうマットにしました。で、よいしょ、乗り込む時がプラドと比べると高いですね。こんな感じです。ボンネット開けるとこんな感じですね。今回はというか今回もプラドの時と同じで寒冷地仕様にしました。こういったあたりですね、が寒冷地仕様になっていると。プラドはエンジンここだったんですけど、座席の下になるのか、ちょっととりあえずエンジンかけてみますか。いや、いいっすね。エンジンはディーゼルにしました。これアドブルーですね。この辺りはプラドと同じなので、おなじみといったところですかね。で、音もやっぱ似てますね。ちょっとすみません、エンジン自体は座席の下なのでちょっと見えないんですけど、ボンネットの中はこんな感じになっていると。でですね、このディーゼルといえば、少し前にですね、ディーゼル問題っていうものがニュースで、取り上げられましたよね。で、このエンジンがですね、漏れなくそれに直撃してまして、で、そのニュース、ウェブのニュースで最初知ったんですけど、それ見た瞬間自分、うわ、終わったと思って、うわ、これもう納車伸びるどころじゃなくて、これもうなんかキャンセルされちゃうんじゃないかってちょっと思ってたんですよ。で、うわーと思ってたところに、その日にですね、いつもお世話になってるディーラーさんから連絡がこう直ちにありまして、これこれこうで今ちょっと原因究明してますっていうことで、ちょっと原因が分かったらまた直ちに連絡しますのでっていうふうに言ってもらいまして、でその夜はですね、もう気が気じゃなかったですね。もうせっかく結構早めに注文したのにと思ってめちゃめちゃショックだったんですけど、その次の日ですね、ディーラーさんから朝すぐに電話かかってきまして、結論から言うとですね、納車日変わりませんって言われて、あ、よかったと思ってで、ちょっと詳しく聞きに、直接もうそのままディーラーさん行きまして、話伺ったところ、こういった紙、渡してもらって、このディーゼル問題がですね、結論から言うとテスト用の、認証をする時に不正があったらしくてですね、でこのハイエース自体には問題がなかったと。なので出荷済み車両については使用停止いただく必要はなく安全にお乗りいただける状態ですっていう感じで、もう世に出るよっていうこの車の検査に関してはもう問題なかったっていうところでですね、そういうのもあって納期は全然変わんなかったです。で、一点補足すると、この新型の8型のハイエース、これの販売開始が2024年の1月頃だったんですよ。ただ自分はそれよりちょっと前のですね、2023年の12月の段階ではこれも発注かけてたので、
それもあって早めにこう発注かけたんでこの納期の遅れはなかったっていうところなんですけれど、これからもし購入するっていう場合は生産再開時期が明確になるまで中断させていただきますっていうふうに書いてあるんで、今からこう発注かけた場合はちょっとどうなってるかは分かんないです。あとはですね、下取りに出したプラドなんですけど、これもそのディーゼル問題に直撃してた車種だったんですよ。なのでこれ下取りに出さないといけない関係で、うわこれ下取りの価格も下がるんじゃないかなと思いつつも中古車販売業者さんですねを回ったんですよ。ただですね、これも結論から言っちゃうと値下がりは全然なかったです。今回5社査定に回ったんですよ。その5社ともこのディーゼルの問題に関する査定の値下がりっていうのは特にないですっていうふうに言ってもらえて、うわ良かったと。でこのランドクルーザープラドがですね下取りめちゃくちゃ良かったんですよ。驚異的な価格をつけていただきまして、で5社回ったんですけど、最初にディーラーさんにこう売るって言った時に出した下取りから、最終的には45万円アップしました。やったぞと。で5社、さっき言った5社行ったんですけど、B 社さんでA 社さんで N 社さんであと G 社さんであと最後に S 社さんですね。この5社回ってきました。でこの1個前の動画見てくれた方だったらちょっと分かると思うんですけど、数ヶ月前にですねこの車の左前を当て逃げされたんですよ自分。バンパーのところがちょっと傷ついちゃったんですよね。でうわこれも査定に響くかなと思って心配してたんですけど、これ G 社さんがおっしゃってたことなんですけど、こういったランクル系はですねなんかボディの傷そんなに査定に関係ないっていうことでその部分引かれなかったです。ちょっと他の4社さんは分からないんですけど、なんか G 社さんでは、そんな感じらしいです。でもう一個衝撃的だったのがランクル系は走行距離もそこまで関係ないっていうふうに G 社さん言ってました。でマジかと。例えば5万キロのものと10万キロのものを比較してもなんかそこまで値段変わんないらしいです。っていうのもこれ海外でしかも中東ですねめちゃくちゃ人気あるらしいんですよ。なので国内で履けなくてもそっちに履けちゃうっていうところで需要がすごいらしいんですよね。っていうのもあってめちゃくちゃいい感じの値段がつきました。しかも最終的にはですねS 社さんにディーラーさんでつけてもらった値段の45万プラスをつけてもらいました。 S 社さんありがとうございました。ということでこのランドクルーザープラドの下取り事情はそんな感じでした。状況によって変わってくる可能性もあるんですけど、自分が下取りに出した時はこんな感じだったと、ご参考までに。はい、で、このディーゼル問題に関してはですねこの一消費者この自分の意見としては検査体制しっかりやってくれよっていうところでトヨタさんお願いしますよと、それ以上はもう言えないですね。あとはこのチャンネルがですね車系の YouTube チャンネルではないので、この辺りにしておきます。はい、ということでちょっとハイエース戻ります。これディーゼルっていうことでトルクも力強いので、あとこれ4駆にしました。はい、4駆にしたので、結構アクロでもこう走れるかなと。前、ランドクルーザープラド乗ってたんですけど、そのエッセンスをなんとか引き継ぎたいっていうところでこの仕様にしまして、カラーもですねそのアウトドアっぽく、ベージュにしたっていう感じです。前のプラドはですね前の動画でも言ったんですけど、自分、会社員から自営業にこう、なりまして車使う機会めちゃくちゃ増えたんですよ。でやっぱり配達だとか資材運んだりとか、そういう時にやっぱ物詰めないとっていうことで、選択肢がこれになったとっていうところで、あとさっき言った寒冷地仕様なので、なんか寒冷地仕様だと塗装も、1段階、コーティングが増えるのかな。なので、こう錆とかにも強いと。あとはこういったところですね。ここだったかな。こういったところも粉塵とかが入りづらい、そういうシーリングをこう施してあるらしいです。あとはオプションでこういったものもつけました。あとはこのフロントのバンパーですね。これも TRD 仕様にしました。ちょっとアウトドア感が出ていいかなと。かっこいいですね。やっぱ車体自体がでかいのでこういったセンサーもつけました。これかな、ちょっと詳しく分かんないんですけど、これとかですかね。こういったセンサーもつけた。でこのマットフラップ、これもさっきと同じ TRD ですね。これをオプションで追加と。で室内はちょっとさっきも見せたんですけど、よいしょ、こんな感じですね。コンソールはこういった具合になってます。
灰皿ついてるのが面白いですね。この辺りもですねちょっと社外品後々ちょっとつけて改造していきたいと思います。でもちょっとここかなと思った点なんですけど、この室内、これハイエース詳しい方だったらちょっと分かると思うんですけど、ダークプライム2っていう、黒地のですね、そういったオプションがあったんですけど、このベージュタイプだとそれが選べなかったんですよ。なぜかそれ選べてくれよとは思ったんですけど、組み合わせ的になんか、できませんでした。あとこのモニターも確かつけれなかったのかな。自分はあんまこのモニターあっても使わないと思ったんで、なくてもいいなとは思ったんですけど、場合によって人によっては欲しい人いると思うんで、そのあたりはちょっと注意ですね。コンソールボックス周りはちょっと後々社外製のものとかを取り付ける予定です。後ろこれ何しろもう本当に広いですね。プラドと比べると信じられないぐらい広いです。後ろとか全く見えなくなっちゃうので、ちょっとつけてみようか。そう、これ取り付けたんですよ。ちょっと今このカメラだとモワレみたいなやつ映っちゃってるんですけど、肉眼ではこの島は出てないんですけどね、こういったバックカメラもつけました。めちゃめちゃ見やすいですね。なんていうんだろう、このハイエースって荷物積むじゃないですか。でもし荷物積んで後ろがこう普通の鏡だと見えなくなっちゃう場合でも、このカメラがついていることによってこの後ろの状況をこう確認できると。これいいですよね。ここから音量の操作もできると。でですね、このアラウンドビューモニター、これがですね、自分こういったものをつけるの初めてなんですけど、こんな感じで上からこう見た感じでこう映してくれるっていう、この手に取るようにこの駐車状況とかこの白線の状況ですねが分かるっていう、これはちょっと感動しましたね。やっぱこう車体が長いんで、これもちょっとオプションだったんですけど、絶対つけたいなと思ってこれつけました。ここで切り替えもできるっぽいんですね。こんな感じで、はい、でもう一回押すとまた戻ると。じゃあちょっとこの後部座席見てみますか。オープン。いやー広、これは広すぎるだろう。後ろもめちゃくちゃ詰めますね。わさびいっぱいこうしこたま積むことができます。でですね、ここに小窓がついてるんですよ。向こうにもついてると。でこの小窓なんですけど、今ちょっと見てお分かりかと思うんですが、手動のこのスライドドアにしました。このパワースライドっていうオプションもあったんですけど、そのパワースライドのドアをつけちゃうとですね、この小窓がつけられなくなるらしいんですよ。っていうのも、こう自動で開いた時にこの小窓がついちゃってた場合だと、万が一子供とかがこう顔を出しちゃってた時にこのパワースライドやった時にこう首挟まっちゃうみたいな、なんかそういう理由でパワースライドドアの場合はこの小窓はつけられないっていう感じだったので、自分この小窓が欲しかったんですよ。結構車中泊やるんで、車中泊する時にこのエンジン停止したままでもこの窓だったらですね、内側からこの電気的な制御じゃなくて、もう本当にアナログにこうガッと開けるので、これいいなと思ってどうしてもこの小窓はつけたかったっていうところで、それもあってこのパワースライドのオプションは外しました。自分はですね、このどうでもパワースライドドアが欲しいっていうわけではなかったんで、良かったんですけどね。しかもですね、これ、ちょっと見ててください。こうちょっと閉めてってな感じで、このイージークローザーってやつついてるんですよ。ちょっと開いててもここまで閉めることによってガチャッと自動でこう閉めてくれるって、このイージークローザーがついてたので、しかもこれがですね、前までオプションだったらしいんですけど、この方にはもうなんか標準装備でついてるってことで、これめちゃめちゃいいじゃんっていう、これは嬉しかったですね。なので夜間もですね、思いっきりスライドバーンって閉めなくても、こうゆっくりこうしてこう静かに閉めてくれるんで、これめちゃくちゃいい。これは素晴らしい。この後ろもですね、この後ろのドアもこのイージークローザーついてるんですよ。ここも同じですね。バーンって閉めなくても
こう開いてたとしてゆっくり閉めて、ここでこう静かに閉めてくれるっていう、これ素晴らしいです。この荷台もですね、もうこれがハイエースの特徴と言ってもいいですよね。これこれもう本当にですね、プラドのこれ3倍ぐらいで積めるんじゃないかな。プラドの時にここがなと思った点として、荷物全然乗らないなっていうのがあったんですよ。で、まあこれ買い替えたんですけど、これだけあればですね、本当にわさびどれだけ乗るんだっていう。あとはですね、この結構車中泊やっていく予定なので、この辺りにベッドキットみたいなやつをこう後付けして、2段ベッド風にして、まあ、過ごしやすくしたりですね、なんかそういった改造も今後バンバンやっていきたいと思います。オプションで MRT っていうトヨタ純正のベッドキットみたいな、そういったオプションもあったんですけど、それもですね、このベージュだとなんか付けられなくてですね、社外製のやつで後々こうベッドキット取り付けようと思うんですけど、まあ、そこもちょっとここがなと思った点ではあります。ただまあちょっとその純正の MRT のベッドキットめちゃくちゃ高いんですよ。なのでまあ社外製で自分は全然良かったかなというか、まあ、そこでちょっとコスト削減したいなと思うんですけど、まあ、どちらにせよですね、この車中泊用のベッドは絶対につけるんですけど、やっぱ車中泊の何がいいって、旅行でも仕事で現場入りするにも前日にこう前入りができるっていうところで、例えばスノーボード行くってなった時にスキー場の近くで車中泊できれば朝の運転時間が減ると言いますか、運転ってやっぱ疲れるじゃないですか。精神的な疲れと言いますか、MP を消費するじゃないですか。スノーボード行く時にこう万全の体勢で行けるというか、はい、それが魅力なんですよね。プラドでも結構車中泊やってたんですけど、やっぱすごい狭いんですよ。こんなに足伸ばして寝るなんてことはなかなか難しかったんですよね。この車中泊もですね、今後バリバリやっていきたいと思いますので、ぜひお楽しみに。こういったところも改造できるっぽいんで、それもおいおい動画にしていきたいと思います。であとはこのリアバンパーもですね TRD にしました。あとはですね、この燃料タンクのこのキャップ、これも爪とかで傷つかないようにオプションのやつつけときました。この辺りもですね、ちょっともしかしたらまた社外品のなんかかっこいいやつつけたいとは思ってるんですけど、とりあえずは、現状こんな感じです。そうそう、ここのですね色、この TRD のさっき言ったバンパーの兼ね合いで、ここも黒くしたかったんですけど、何て言うんですかね、この今回のアースカラーパッケージがこの部分がですね素地のマットブラックで、この下は普通のマットブラックなんですよ。なのでこっちがザラザラでこっちツルツルのブラックみたいな感じで、ちょっとまあこういう風になっちゃったんですけど、これはそのオプションの関係で仕方ないかったらしいです。はい、ここもこんな感じになってますね。なのでまあここを黒にしたかったんですけど、このパーツの構成上ここまでにしといてもらいました。ここもゆくゆくはちょっと気になってきたらマットブラック塗装とかするかもしれないんですけど、これ届いて実際に見ると結構かっこいいなと思ったんで、もしかしたらこのままでいくかもしれないです。この辺りはちょっとおいおい考えたいと思います。で今回このアースカラーがですね、この8型から初めてこう出てきたオプションらしいので、 TRD とこう組み合わせたっていう人が自分が発注したエリアだと自分が初めてだったらしいんですよ。なのでこの辺り組んでくれる方もちょっとどうなるかわからないっていうところで、その辺りはちょっとディーラーさんとめちゃくちゃやり取りしました。その都度ディーラーの担当者さん来てくれて、こういう風になりますけど最終確認いいですかみたいな、そこまでやってくれたので、仕上がりに関してはもう想像通りといいますか、打ち合わせ通りの感じで来てくれたので、それはありがたかったです。であとはこういったところもちょっといろいろなんか後付けでかっこよくしたりしたいですね。タイヤもですね、これノーマルタイヤなので、ちょっとまだここ長野なんですけどバリバリ雪降ったりもするので、早急にスタッドレスタイヤもう注文して届いてるんで、そういったのにも交換する動画をおいおい撮ってオンエアしたいと思います。一通りぐるっと見たんですけど、最後このガッツミラー、これハイエースおなじみのやつですね。自分が前乗ってたプラドにもこういったものついてて、この前方を確認できるそういったミラーですね、これがついてます。プラドの時もそうだったんですけど、
これこう折りたためるんですよね。ここまで洗車機入れるときはこういう風にしたりとかですね、こういったミラーもついてると。で、これ黒でこっちのミラーがシルバーなんですよ。個人的にはこれ黒でも良かったなと思うんですけど、これもここもですね、ここもメッキのこのシルバーじゃなくてマットブラックでも良かったんですけど、この辺りもちょっと乗ってて変えたくなったりしたら、ちょっともしかしたら改造するかもしれないです。そんなところですかね。ではちょっとこれ近場をぐるっとドライブして終わりにしたいと思います。11キロ。あれだな、こう覗けるから出やすい、この道に、高っっていうかめちゃめちゃ高いじゃんこれ。塀の向こう見えちゃう。素晴らしい。これアラウンドビューモニターめちゃめちゃ役に立つな。これ手に取るように分かる。ちょっと過信はいけないんですけど、駐車する時とかめちゃめちゃ運転しやすいな。音はやっぱりプラドにそっくりですね。ただ自分が会社員の時に乗ったことあるディーゼルめちゃくちゃうるさかったんですけど、すごい静かになってます。それにしても見やすい。ちょっと暑いな今冬なんだけど、今日結構晴れてて、今エアコンとかヒーター切ってあるんですけど、暑いですね。夏場どうなっちゃうんだろうなっていう。車中泊する時とかちょっと対策が必要そうですね。このままだと多分灼熱地獄みたいな感じで夜暑くて寝れなかったりもすると思うんで、そのあたりはちょっと気をつけというか装備をしっかり整えたいと思います。それにしても手前がですねあんまり飛び出してないんで、曲がるのもやりやすい。T 字路というかこう道路をこう出るときに見渡しやすいですね。いやー、っていうか今日晴れたし最高の納車日和になったな。ちょっと今後いろんなところ旅に出かけたりとか、草刈り、今仕事で草刈りやり始めてるんですよ。でそのために買ったっていうのも少なからずあって、草刈り機ここにいっぱい積んで、現場行って草刈りして、で場合によっては2日間かかる時とか車中泊で泊まりながら草刈りしようかなとか、そういう、プランも今立ててます。いろいろと楽しみです。はい、っていうことで新型のこの8型のハイエースでちょっとではありますがドライブ行ってきました。いや、それにしてもやっとこれ来てくれました。これからこのわさび号っていう風に名前つけようと思うんですけど、このハイエースわさび号とともに、仕事を行ったりですね、車中泊行ったり、キャンプ行ったりとかいろいろやっていく予定なので、前の車の時よりもかなりこのチャンネルでの露出増えるかと思います。乗ってみて良かった点はこのやっぱ荷物ですね、いっぱい積めるっていうところ、あとやっぱディーゼルの四駆っていうところで、なんかすごい走破性もあって頼もしいですね。あと何ていうんですか、この座席から見る景色がすごい見渡しいいので、運転しててすごい安心感があります。で前もストンとなってるんで、この道路に出る時ですね、これももう想像以上に運転しやすかったです。あとはですね、このイージークローザー、これ最高です。後ろにもついてるし、でこういった窓もですね、これから多分活用していくと思うんですけど、
そんな感じですかね。この短時間ではありますが運転してみてここだなと思ったのは、やっぱこの車が長いので曲がる時とか急カーブの時とか内輪差気をつけないとちょっと危ないと思うんで、その辺は気をつけて走りたいと思います。あとはですね、このアースカラーのベージュなんですけどパールホワイトよりも高かったです確かこういうところが素地になるっていう関係で多分、値段が高かったのかな。ただ全部車体全部塗り直すっていうよりは、安上がりと言いますか、そこは良かったんですけど、オプション的には高かったですね。あとはですね、この内装がダークプライム2っていう黒い内装を選べなかったっていうところと MRT ですね、ベッドキット、純正のベッドキットも選べなかったっていうところで、なんかこのアースカラーにすることによってなんか選べなくなるオプションがちょこちょこあるっていう、そこはこれちょっと検討している方はちょっと注意した方がいいかなっていうところですね。あとはちょっとクルーズコントロール欲しかったですね。一定のスピードで高速道路走ってくれたりとか、その補助機能、これが確かついてないんだよな。またモデルチェンジしたりとかフルモデルチェンジした時に、ついたりもするかもしれないんですけど、それ待ってたらですね、もう買い時を失うというか、今回はそれは良しとしようかなっていうところで、妥協したところですね。その分このカラーが出たので個人的には満足です。あとはですね、この車種、このハイエースしかり、プリウスしかり、あとはランドクルーザーしかり、盗難率がすごい高い車種らしいんですよ。でこのハイエースもですね、第3位ぐらいに当たるのかな。めちゃくちゃ盗難の多い車種らしくてですね、そこはちょっとかなり気をつけたいと思います。ちょっとこの動画では詳しくは言えないというか言わないんですけど、4種類のもうこの盗難防止対策やって4重の構成防壁を仕掛けてあると。なので仕掛けないよりもそういった盗難に遭いづらい風なちょっと仕掛けはやってあります。ただそれでも盗まれちゃう場合もあるらしいんで、本当に気をつけたいと思います。盗まれた時はそれはそれで動画にすると思うんですけど、それが起きないようになんとか対策していきたいと思います。そんなところですかね。おいおいいろんな改造をしていきたいと思いますので、そういった様子もガンガンこのチャンネルにアップしていきたいと思います。はい、ということで今回は新型のハイエースがやってきたっていう動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。